79は未来の記憶で10年越しに回収された伏線を解説します。最終回までネタバレあるのでご注意ください。今回の凄すぎる3つの伏線なんですが、まず1つ目、アニメシーズン1の第1話、グリシャの目線です。原作だとこのグリシャの横顔を描いて、子供のエレンの方、見ない描き方をしていましたね。ではその視線の先に何があったのかというと、この未来のエレンの存在でした。原作1話目から今回のね、原作でいうところの121話目まで10年越しで回収されたね、衝撃的な伏線がアニメでも描かれたという感じです。でもう一つですね、進撃の巨人の能力が判明したと。作品タイトル自体が進撃の巨人、そしてエレンが巨人化して進むことで進撃の巨人かなと思いきや、アニメ58話のね、タイトル、さらには内容でもあった通り、進撃の巨人というのはいついかなる時代も自由を求めて進み続けた、自由のために戦った存在だとね、明かされました。しかし今回、進撃の巨人の真の能力が明らかになったと。未来の継承者の記憶を覗き見ることができるというのが進撃の巨人のね、能力だったということがわかります。ということで、以前ですね、フクロウ、クルーガーさんがですね、生まれてきていないミカサとアルミンに関して言及しているというシーンも、実はこの未来の記憶が影響していたということが、分かったという感じですね。そして3つ目、エレンが見た記憶とレイス家のね、襲撃の真相なんですが、これ厳密には次回も含むんですが、このね、アニメシーズン3 59話のエレンのこの何とも言えない表情、これが何なのかっていうところが分かりました。結論としては、未来を見ていたからなんですね。このレイス家を襲った、グリシャに関しては、実は最終的にはエレンがね、グリシャに働きかけていたということが、今回明らかになりました。とにかく今回の話は、エレンが能力を使ってグリシャに記憶を見せている、そして進撃の巨人の能力が未来を見るというところをね、理解するとより楽しめるので、そのあたりもう少し細かくお話していきます。まずこのグリシャがジークを見たシーンなんですけれども、おそらくエレンの能力、始祖プラス進撃かなと思うんですが、それによってグリシャに記憶を見せているんですね。で、グリシャの方もエレンの記憶を受信して、疑似的にね、このジークの姿を見ているという感じです。例えばこのシーンなんかに関して言うと、こういう状況ですね。まずこのグリシャとエレンが横に立っていると。で、その奥にですね、ジークの姿がいる。これ、ちょっと図で表すとこんな感じなんですが、エレンとグリシャが、机越しに、このジークの真向かいに立っていると。で、エレンから見える光景っていうのは、この机の奥にジークがいるという光景ですよね。一方でグリシャから見える光景っていうのは、この机があるだけですと。しかし、エレンが能力を使って、グリシャに自分が見た光景、記憶を送ることによって、このグリシャからね、机の奥にジークがいるように見えるっていうのが、今回の話のね、押さえておかなければいけないポイントですね。で、この観点で見ると、エレンがね、働きかけたところたくさんあるので、それを順番に見ていきましょう。まずこれちょっと早速不確かなところなんですが、赤子エレンの見つめる先ですね。この赤ちゃんのエレンが、見つめる先にこのイエーガー兄弟いました。この時もしかしたら赤ちゃんエレンもそのイエーガー兄弟の姿を見ていたんじゃないかなというね、可能性があります。エレンがね、横目でこのジークの姿を、見ていたんですが、赤ちゃんエレンはこのジークの姿を見ていたんじゃないかなというのが最初のシーンですね。ただこれは確定ではないです。で、確定なのがこのグリシャがジークを見たね、先ほどのシーンですね。このジークの姿を見たと。後ろに立っているこのエレン、横に立っているエレンから見たジークの姿をですね、グリシャに見せていると先ほど言った話です。で、このグリシャのセリフに注目なんですが、ジークがあんなヒゲ面おじさんなわけないだろうと言っている通り、グリシャはですね、幼少期のジークは知っているんですが、このヒゲ面ロン毛爪長ジークおじさんを知らないので、エレンの記憶を見ているのはね、確定かなと思います。で、この時の注目ポイントはこのエレンの表情ですね。エレン自身も驚くような、顔をしていた。おそらくこの時に初めてグリシャに自分の記憶を見せられると確信したんじゃないかなと。そしてここから消極的だったエレンが自ら扉を開けてね、先に進もうとすると、自分がやるべきことが分かってきたという描写かなと思います。ジークが最初に扉を開けて次だって言ったねシーンと対照的に、今度はエレンがね、自ら次に行くぞっていう風に、ジークに呼びかけています。で、ジークに対する呼び方も、兄さんと今まで呼んでいたんですが、ジークに変わっている。このあたりも、ジークへの態度の変化っていうところもね、見えてきます。そしてその次、地下室の鍵のシーンですね。この時もおそらくグリシャは、このね、
エレンの能力の働きかけによって自分の姿を見ているんじゃないかなと思います。エレンが自分を見ている記憶ですね。これも少し、わかりにくいので説明すると、こういう状況ですよね。グリシャが鍵を持っていて、その正面にエレンが立っていると。で、エレンから見える光景っていうのはこのグリシャが鍵を持っているね、光景です。一方でグリシャから見える光景っていうのは、何も見えないと。そこにエレンが能力を使って自分が見た光景を送ることによって、このグリシャから見える光景としては自分の姿が見れると。で、このことによって、エレンに自分は見られてるなというふうに、グリシャはね、理解してるんじゃないかなと思います。なのでね、このエレンの方を見ているという感じです。そして次ですね、第1話の伏線回収場面なんですが、まずこのあたりの、シーンに関しては、元々のウィットスタジオの作画に合わせてマッパが書き直しているので、ぜひ比較して見てみてください。で、そしてね、なんといってもこの衝撃的な1話のシーンの裏側なんですが、このね、未来エレンがこの場にいて、グリシャの方を見ていると。で、グリシャからすると、このね、自分の顔の記憶が送られてきていて、エレンがここにいる感じがするというね、先ほどの説明と同じ状況ですね。そんな感じかなと思います。で、厳密にはこの2人の目線はね、合ってはいないですよね。グリシャから見るとエレンの姿が見えているわけではないので、この辺りからエレン自分のこと見てるぞというふうにグリシャは感じているという話かなと思います。で、もう一つですね、このグリシャが子供エレンだけに言ったように思えた言葉、ずっと秘密にしていた地下室を見せてやろうっていうのもね、ありましたけれども、その後グリシャが向かうのが礼拝堂の地下室っていうところもね、なんかちょっと意味深でね、痺れるシーンだなと思いました。そして礼拝堂に行った後ですね、グリシャはエレンの存在を感じるんですね。まず何も知らずに受け入れれば死ぬのは我々だけで済むというフリーダの言葉に対して、怒りを覚えたエレン。他人から自由を奪われるくらいなら俺はそいつから自由を奪うというね、エレンの一貫した考えが、あります。で、この時能力を無意識かもしれないですが、使っていました。そしてその結果、このね、グリシャの目線が、左から右に移動するんですね。フリーダを見ているエレンのね、この位置、自分の右後ろにいるということに気づいたというような描写がありました。そしてなんといってもね、このエレンの脅しがね、衝撃的でした。で、このシーンっていうのも、エレンが喋っている、その声っていうのを、記憶としてですね、体験しているみたいな感じかなと思います。ヘッドホンでですね、息子から脅迫されてるという感じですね。で、注目がこのグリシャの回想ですね。妹のフェイを、自分が飛行船を見にね、連れて行った結果殺してしまったんですが、おそらくこの記憶を、エレンはね、グリシャに見せているんじゃないかなと個人的には推測しています。なんか効果音もね、シュイーンって感じでいくつか入っているので、おそらくグリシャがね、背中を押されないとなかなか動かないので、そのためにエレンが仕掛けたんじゃないかなと。原作だとこのグリシャの主観でね、妹を連れる姿、右手だけがね、映ってますよね。で、これで妹を連れる姿を見せて、自由の代償、自分で支払えよっていうことをエレンは伝えたんじゃないかなと。で、この時のね、エレンの目にも注目ですね。これ明らかに能力が発動しているような、目でした。ちなみにこのエレンの目の色は緑で、フリーダたちの子孫の紫とは違いました。で、ちょっと話がそれたんですが、これによってですね、グリシャはフリーダたち、レイスケを殺害する自由の代償を支払う覚悟を決めて行動したというわけです。で、最後ですね、このジークを見る、グリシャの姿ですね。で、ここもアニメがすごい細かいので、ぜひ見直してほしいんですが、ジークがですね、何を言ってると言った後に、グリシャがエレンの先の記憶を見た。しかしまさかあんな恐ろしいことになるとは、と言っているんですが、これアニメだと何を言ってるっていうジークのセリフに、グリシャのこのエレンの先の記憶を見たというね、セリフが被るので、この時までグリシャはジークを見ていないんだ、見えていないんだっていうことが、わかります。しかしこの後に、ジークそこにいるのかという形で、エレンがね、ジークの姿をグリシャに見せたというね、ところがわかりますね。この状況的にはエレンが、このね、ジークの姿を見て、それをまたグリシャにね、記憶で見せているという感じでしょう。で、アニメの疑問が少しありまして、物理的に触れられる問題ですね。これ記憶を送っているはずだったんですが、アニメだとね、物理的に触れることができていたので、もう少しエレンはいろいろできるのかなという、推測も広がります。まずこのエレンがグリシャに触れるときにね、音がしていました。これ原作だと触れてはいなかったんですが、ちょっと改変されていましたね。
で、グリシャとジークの抱擁に関しては、原作だとね、触れているのか触れている風だったのかちょっとわかんないですが、アニメだと明らかにね、触れていて音もして、で、ジークの服もね、ちょっと変化しているというところで、接触が可能なんだなというところが見えます。よく考えたらね、そもそもこの記憶の中で、扉を開けたりしているので、干渉自体はできるのかなという感じもしました。これ結局何なんでしょうね。あくまでもここは道の世界なので記憶を見せる以上のことができるのか、あるいは心象風景的なものなのであまり意味はないのか、あるいはアニメの解釈違いなのかちょっとわかんないですけれども、一応ねこのあたりも今回アニメを見て気になったところですね。とりあえず今回は以上です。もっと細かい話やジークの心情深掘りは別動画でやるので、ぜひ見てみてください。以上、滝でした。それではまた。